皆さん、今日は歴史上最も有名な経済現象の一つ、チューリップバブルについて話しましょう。17世紀のオランダで起こった世界初の投機バブルとして知られています。それってチューリップの球根の価格が異常に高騰したって話ですよね。そうそう、庶民まで投機に走って最後は暴落して経済が混乱したとか。よく知ってますね。それが通説となっていました。でも最近の研究では、そこまで国全体が狂乱したというのは誤調だとされているのよ。価格が高騰して暴落したのは本当だけど、影響範囲はごく一部だったとか。一般庶民は普通に生活を送っている一方で、裕福な商人や職人といった一部の人々だけチューリップに熱狂していたらしいわ。チューリップにそんな価値があるなんて思えない。うちの学校にも屋上にありますよね。そうね。せっかくだから実際のチューリップを見ながら続きを話しましょうか。どこまで話したっけ？一部の裕福な商人とかだけが買ってたって話です。そうだったわね。富裕層にとっては希少性や社会的ステータスも手伝って好まれたそうよ。じゃあ普通の人たちは見向きもしなかったのに、球根の価格はそれとは関係なく急騰したってこと？実際センペル・アウグストゥスという球根は東京ドーム1個分の土地と同じ価値で取引されたと言われているわ。東京ドーム1個分の土地？ハルミフラッグのタワマン買ってもお釣りが来ちゃうね。当時の人たちってそんなにバカだったんですか？なおさん、言い方。でも裕福な商人ってことは金融リテラシーというか教育レベルが高い人たちだったってことですよね。そうね。それでも権威のある人がその正当性を主張したり、希少性を煽ったり、それにつられた人たちの群衆心理で正常な判断ができなくなっていたの。そのもの自体の価値よりもみんなが買うからっていう期待や流行で値段が上がっちゃうんだね。株式市場が美人投票だっていうのと同じ考え方だよね。実際1637年の2月を境に価格は急落したわ。買い手のいない市場で暴落の一途をたどって、最後には誰にも見向きされなくなったの。今日はためになるお話ありがとうございました。みんなもこれバブルじゃないってものがあったらどんどんコメントしてね。誰に向かって喋ってるんですか？そういえばこのチューリップには名前はあるんですか？この球根の名前はね、クリプトっていうの。